ミシエルです。アシスタントのグミジーです。今回は、絶品滑らかティラミスを作っていくよ。材料は概要欄をチェックじゃ。それじゃあ作っていくよ。まず最初にコーヒーを染み込ませるビスキュイ生地から作ってくよ。卵を割って卵黄と卵白に分けてくよ。こうやって殻でパスし合えば、特別な道具がなくても分けられるよ。製菓用語ではクラリフィエという動作ですね。この卵白はメレンゲ用だから卵黄が入らないように気をつけるわよ。油分があると泡立ちが悪くなりますぞ。器とか道具にも汚れてないかチェックしてね。卵白は冷やしておきます。先に卵黄をほぐして。砂糖を加えて白っぽくなるまで空気を入れるよ。製菓用語ではブランシールですね。卵の臭みを飛ばす、滑らかにする、そしてメレンゲの場合は特に空気を含ませるのが目的ですね。疲れる。手首のスナップで動かすと疲れづらいですよ。全然泡立て器でも大丈夫だよ。ちなみにビスキュイってのはビスケットって意味だよ。でもビスキュイって言うとサクサクっていうよりは、ブッセみたいなふわサクなのをイメージするといいかな。白くもったりしてきたら OK。乾燥しないように綺麗にしてラップしよう。はぁ、ブランシールで疲れちゃったから楽しちゃお。これは、卓汁ミキサー兼ミックス。この子があればすんごい勢いで材料を混ぜてくれるわ。と、その前に、メレンゲはスピードが命だからね。あらかじめに粉をふるっておくわよ。そしたら兼ミックスちゃんで卵白を泡立ててくよ。ははは、すごいぞかっこいいぞ。砂糖を3回に分けて入れるよ。2回目。3回目。しっかりピンと角が立つくらいね。やりすぎるとボソボソになっちゃうよ。さっきの泡立てた卵黄と合わせます。半分くらい入れて。真ん中から外側に切るように混ぜるよ。底をかくのを意識してね。完全に混ざる手前でもう半分投入。また少し手前で粉投入。なるべく少ない手数、そして素早く。粉気がなくなったら絞ってくよ。今回は上にも飾るから小さいのも絞ろうかな。見えない。もっとカメラを意識しなさい。私だったわ。粉糖を振るよ。少し間隔を空けて2周振ります。そしたら180度に予熱したオーブンで10-15分焼きます。焼き具合はちょっと茶色がかり始めるくらい。ではお次にクレームアングレーズを作ります。奮発してしっかり動物性の生とマスカルポーネチーズ買ってきたよ。値上がりを好みで味わったわ。生クリームを火にかけます。加熱してる間に卵をほぐします。砂糖入れます。そろそろ飽きそうね。
卵に一部合わせるよ。混ざったら鍋に戻します。弱火でコトコト炊いてくよ。炊くって言っても、アングレーズはカスタードクリームみたいに硬さがあるものじゃなくて、カスタードソースって感じだよ。卵が凝固する60、70度あたりから急に固まるので弱火で炊きましょう。炊き具合の目安は鍋の側面に薄くかけてさらっと垂れてこないぐらいですね。そこからしっかり炊くのも意識しないとね。炊けたらこしながら新しい綺麗なボウルに開けます。加熱していない卵のボウルを使うと雑菌が出てしまいますからな。あれ？映像は？ごめんこすところ取れてなかった。そしたら、じゃん、ハンドブレンダー。この子でアングレーズを滑らかにしてくよ。できたら密着ラップ。氷水につけて冷蔵庫で冷やします。卵を使った食品は人肌の温度帯の時間を短くするために素早く冷やしましょう。密着ラップも水蒸気の水分が入らないようにする目的ですぞ。次にコーヒーを用意しとくよ。インスタントコーヒー。グラニュー糖。砂糖いらなくねって思うかもなんだけど、無糖だとなんかクリームと口の中で馴染まないのよね。だから入れてます。お湯を入れて混ぜておくよ。コーヒーシロップは熱くなければいいよ。ではアングレーズをチーズと合わせるよ。ケンミックスちゃんもう一回力を貸して。マスカルポーネチーズ入れます。先にほぐしておくよ。そしたらしっかり冷やしたアングレーズを少しずつ加えてきます。いっぺんにシャバシャバの生クリームを立てようとすると大変なのと一緒よ。今回のこの配合だとゼラチンとかが入ってなくて、固まる要素は生クリームの脂肪分だけだから、牛乳とかじゃ代用できないの。生クリーム効果だけど、このマスカルポーネクリームとっても滑らかで美味しいから、ぜひ作ってみてほしいな。ケンミックスを使ってるけど、やってることはハンドミキサーと一緒だよ。今回のクリーム分け立てはちょっと大変かも。どうしてもない人は氷水に当てながらやってね。アングレーズの温度がしっかり冷えてないと立たないのよね。具体的に言うと10度以下にはしっかり冷やしてほしいかな。ケンミックス便利なんだけど、弱点もあってね。少量だと使いづらい。まあ本来業務用だからね。あと、うるさい。もったりとしっかり目に角が立ってくれば OK。よし、そしたら組んでくよ。ビスキュイに染み込ませるよ。すぐ柔らかくなってくるからくぐらせるくらいね。今回はサクサクのビスキュイも味わいたいから、クリーム、生地、クリーム、生地、ココアの順で組むよ。器が高い場合は層を増やしてもいいかもね。表面を平らにするよ。できたら冷やすよ。この先のビスキュイとココアパウダーは、食べる直前に仕上げるといいよ。ビスキュイがしけたり、ココアパウダーが泣いちゃうからね。ではこれから食べるのでビスキュイ乗せます。そして最後にココアパウダー。下にペーパーとか敷いておくとココアを回収できるよ。そしたら、完成。それでは、いただきます。美味しい。やっぱりティラミスは最高。濃厚だけど滑らかなマスカルポーネクリームが、口の中でコーヒーと合わさっていくのがいいね。マリアージュって感じ。今回は家にあったインスタントで作ったけど、私は酸味の少ない、深めに焙煎したコー
ーヒーの方が好きかしら。まあこれは好みかも。ティラミスのクリームってたくさん作り方があるからね。ゼラチン使ったり、メレンゲ合わせたり、立てた生と合わせたり、このアングレーズだったり、クリームにお酒を入れたりもね。本場イタリアの製法とかいろんなタイプのティラミスも作ってみたいわね。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまたね。